2025年も秋の風が吹くようになりました。大阪夢洲の万博、皆さん行きましたか？僕は夏パスで10回以上行きました。けど夏パスも終わってしまったので、万博の余韻をかみしめながら吹田にある1970年に開催された大阪万博の跡地、万博記念公園に来ました。大阪万博のシンボル、太陽の塔、芸術家岡本太郎が手掛け、高さはおよそ70メートル。半世紀を経た今もその存在感は健在です。1970年、世界77カ国が参加して6400万人を集めた日本万国博覧会、その記録を伝えるのがここエキスポ70パビリオンです。この建物は鉄鋼館として使われていたそうです。1966年は僕の生まれた年なんですけどね。別館には各国パビリオンで使われた衣装やスタッフのユニフォームが展示されていました。すっきりとした70年代らしいデザインセンスが目を引きますね。未来を意識した当時のスタイルから博覧会が持っていた時代の空気を感じることができます。1970年の万博は当時の日本にとって国際化の大きなきっかけとなりました。その他にも博覧会の記録を残すさまざまな資料が並びます。当時の会場を再現したペーパークラフトの模型、未来都市を思わせるパビリオン群が精巧に再現されています。正直言ってこの模型圧巻でしたね。夢洲の万博を見てきたばっかりなので、当時の熱気がね、この模型を見ると感じられるんですよね。エキスポ70パビリオンね、今行ってきたんですけど、ちょっともう満腹になっちゃって、これずっと見てるとね、今日はサイト西の方まで行くんで行けなくなっちゃうんですよね。ちょっと今日はもうここで万博記念公園の方は終わりにして、駅の方に向かおうかなと思います。もう一回来よう。ここ万博記念公園を出て高速道路をまたぐと、大阪モノレールの万博記念公園駅。レールをまたぐタイプのモノレールは割と一般的なんですけど、普段乗る機会がないんで少し興奮しますよね。僕は子供の頃、横浜ドリームランドの近くで育ったんですけど、あそこもこういうモノレールがあったんですけどね、すぐ故障で廃線になってしまいましたけどね。万博記念公園駅、この駅は1990年に開業して万博の跡地と新しい都市交通を結ぶ役割を担ってきました。ここから大阪モノレール西都線に乗り込み、終点西都西を目指します。大阪モノレールは1990年に開業、全長28キロと営業距離では日本一を誇ります。ここでね、って思ったんですけども、万博は1970年に開業したのに、大阪モノレールは1990年って20年遅れて大阪モノレールはできたんですね。てっきり開業は大阪万博の前なのかなと思ってたんですけども、大阪万博の中に走ってたモノレールとこの大阪モノレールはちょっと別物みたいですね。大阪万博の中に走ってたモノレールっていうのは会場内を周回していたと、そういうことらしいですね。
大阪モノレールは1本のレールをまたぐようにして走る小座式っていうタイプのモノレールなんですけどね、どうして普通の鉄道じゃなくてモノレールになったのかをちょっと調べてみたんですね。小座式モノレールの利点は脱線の心配が少ないと。で、強風や地震に強いシステムなんだそうです。そして空中での走行が前提なので、込み入った都市での敷設がやりやすいということ、そういった利点がありますね。普通の鉄道だと、列車幅に近い橋梁が必要なんですけど、モノレールの場合はレールに相当するコンクリートの軌道橋だけでいいので経済的ですよね。なので中規模の輸送システムには対応しやすいみたいです。で、大阪モノレールには延伸プロジェクトがありまして、門真から近鉄奈良線までの間9キロを計画してますね。西都線は2007年に延伸された支線で、万博記念公園駅から山を越えてニュータウンの西都を結びます。車窓には千里丘陵の緑や次第に開発の進む街並みが広がります。この路線は新しい土地開発と結びついて誕生した未来へ伸びるモノレールなのです。西都西駅終点までやってきました。この先が一応終端なんですけど、もともとは、ここは、終点ではなくてね、もうちょっと先まで行く予定だったらしいんですけど、今のところ、この西都西で、路線は終わってると。終点西都西駅は2007年に開業しました。駅の周りには比較的新しい住宅地が広がっていて、静かな暮らしの場が形成されています。この西都の東側にね、こういう階段が、ちょっと長い階段があるんですけどね、ちょっと懐かしいんだけど、ここなんか前よりも綺麗になったかな。なんか
けど少なくともこんな手すりはなかったような気がするんだけど、ここはねサイトのライフサイエンスパークとかいうところで、いろいろ企業の研究施設だとかそういったものがねこの上に揃ってるエリアなんですね。サイトにはそういう側面もあるので、実は昔もう10年ぐらい前かな、ちょっと出張でねこの辺に駅の東側に広がるのがサイトライフサイエンスパーク。製薬会社や研究所が集まる日本有数の医薬バイオの研究開発拠点です。国際文化公園都市の名にふさわしい先端エリアになってます。この右側は何なんだろうな、データセンターかなんかなのかな。だけど外観見るとねもう窓もないし、今ちょうど目の前にあるのがねたまにしてたんですけど電波暗室とかねそういうのがあって、当時ちょっと通信関係のね少し設計に携わってたんで、近畿ブロック血液センター、赤十字の血液センターみたいですね。こんなのとかね、さすがに今日は日曜日なんで人もいないっすね。ということでちょっとこのエリアからは撤退しましょうか。いい天気ではあるね。いい天気だな本当に。まさに山を切り開いて作った都市みたいな。とは言ってもねそんなに大阪の都市部から離れてるわけじゃなくて、北側というか東側のほぼ、橋のあたりに来てますね。だからこの山ここを越えるともうあんまりもう都市はないみたいな、山の中に入ってくるみたいなね、そんなところですね。駅の西側にこんな公園がねちょっと少し、あって、それほど大きな公園じゃないんですけど、ちょっと行ってみましょうか。サイト西公園は地域住民の憩いの場です。子どもたちの遊び場や散歩道として街に潤いを与えてます。膝ぐらいまで入っちゃう。いいね、遊ぶには最高やね。よいしょ。そしてこのうっそうとなんだ林でもない、林なのかな。さらに西へ歩くと山を背にした新しい住宅街が広がります。サイト開発は1990年代から始まり、今も街づくりが続いてます。そうか。
橋だってね。すごいね。川があった。箕面の山から流れてくる水がここを通ってるのね。けどそれにしても川の周囲はもうなんと手がつけられてない森というか林になってる。いやー、いいじゃないですか。ここはなんかホタルでも出そうやね。とても静かでいい街ですよね。まあ梅田までの距離は、ここからだとモノレールと千里中央で乗り換えて地下鉄で御堂筋線で梅田まで行ってね、大体1時間弱ぐらいかな。ちょっとね時間かかりますけど、けどこの環境はねなかなかいいんじゃないですかね。万博公園まではね本当に10分ぐらいしかかかんなかったんで、モノレールね、大阪の、東側の方のアクセスはね、結構いいんじゃないかな。ここ黒おじさんの店があった。なんか遊んどる。カフェみたいになってんの。ちょっと入ってみようかな。カレーパン。途中に陸路おじさんのね直営店があったんで、ちょっとそこで寄ってですねカレーパンを買ったんですね。でカレーパンはね味は普通だったんですけど温めてくれたらよかったんですけどね、ちょっとそのままのものだったんで普通かなと思ったんですけどね。コーヒーがねこれ50円なんですよ。けどねなんかめちゃ美味しかったです。さて、陸路おじさんで小腹を満たしたところで、駅に戻りますかね。ラムーンがあるね。多分関東の方とかはご存じないと思いますけど、関西圏ではねラムーンは激安ショップみたいなそんな位置づけですね。けどもう9月に入ってもうちょっとしたら秋の、感じがあちこちでね見えるようになるかもしれないですね。それでも日中はまだねちょっとやっぱり暑いですね。いいなぁ。けど下には降りれそうもないね。ここはね見渡してもあんまり古いマンションとかはねないですね。割と新しいタイプのマンションが多いかな。どのぐらい入ってんのかな人が。なんか類農園直売所っていうちょっと響きにね弱いんでちょっと行ってみようか。直売所があるんだ。
子調達はないかな。まあけど掘り出し物探すにはいいかもしれない。直売所っていうね最強ワードに引きつけられて入りましたけども、まあまあ大体関西圏から来てるみたいですね。農産物、値段はねまあそれなりじゃないですかね。まあべらぼうに高いわけでもないし、かといってねスーパーに並んでるほど安くはないしみたいな、そんな感じでしたかね。あ、今日分かりたいな。まあそこから行こうか。実はこのサイト線、当初はさらに北に延伸し、茨城市の豊川方面まで結ぶ計画もありました。しかし都市計画の変更やそれに伴う利用需要が見通せないということと、事業費用の問題から延長計画は実現していません。現在はこのサイト西駅が終点ですけど、 JR 茨城方面を結ぶ環状線構想なんかもあったりして期待させますね。再びモノレールに乗り万博記念公園へ。これで短いモノレールサイトの旅は終わりです。面白い旅だと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いいたします。かつて未来を夢見た博覧会の象徴は今も静かに佇み時代を見つめ続けています。